この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は、これだけ意識して、これを意識すれば絵がうまく見えるテクニック、キャラクター編ということで、僕が気まぐれ添削の中で解説するテクニックの中には、ものすごく汎用性が高い、どんな絵にもこのテクニックは使えるなというものが含まれていることがあります。このポイントを押さえておけば、絵が数段階うまく見えちゃう。そんな重要なポイントです。ただね、そのテクニックって、あれ、どの動画に含まれてたっけってね、後から探すのも結構大変じゃないですか。なので、その重要なポイントだけをまとめてみようということで、この動画を撮っております。この動画は、キャラクターをうまく見せるコツに絞って、大きく3つに分けてお伝えしていきます。この動画を見ていただければ、キャラクターを描くのは好きなんだけど、でもいまいち見栄えがしないんだよな。どこを意識すれば見栄えが良くなるんだろう。そんなお悩みを払拭して、ここだけ意識したらめちゃめちゃ見た目良くなった。めっちゃ簡単じゃん。でね、すごく簡単にあなたの絵の完成度をアップさせるためのヒントにしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。皆さん、キャラクターを魅力的に見せるための最重要ポイントってどこだかわかりますか？多くの人が目とか表情とか、この顔面部分に着目すると思います。もちろんそれはそれで正しいです。でもね、実はそれ以上にキャラクターの印象を決めてしまう最重要ポイントがあります。それがね、髪の毛です。髪の毛がうまく描けているかどうかってもめちゃめちゃ大事です。いくら表情をうまく描けていたとしても、髪の毛がね、うまく描けていないと、その魅力を半分以下にすることにつながってしまうくらい、絵の中で髪の毛が占める印象の割合ってものすごく大きいんですね。で、その中で髪の毛をうまく描くためのコツってどんなのがあるのって気になってくると思うんですが、今日紹介するのはその中でも比較的簡単な2つのポイントです。髪の毛の明るさを上下で変える。まず一つ目は、髪の毛の上半分と下半分で明るさを変えてあげるっていうことです。この絵を見てください。とても魅力的に描かれている女性の絵なんですが、僕としてはもう少しだけキャラクターに質量や存在感が加わったらもっと良くなるのにっていう風に感じました。なので、こんな風に下に向かってワントーン色を暗くするためのグラデーションをかけてあげて、髪の毛の上半分は明るく、下に向かって暗くしていくという添削をさせていただきました。こうすることによって顔全体に立体感をプラスすることができます。立体感をより感じられるようになるっていうことは、そのキャラクターが本当にいるような、そういう感じを見た人が強く感じられるようになるっていうことですから、その分キャラクターの魅力がぐぐっと引き立つわけですね。でね、もう一点、特に横顔を描くときに意識してほしいポイントとしては、後頭部の厚みを意識するっていうのがあります。これですね、意外と描けていない人が多いので、これができると周りの人と差をつけやすいポイントだと思います。やり方はとっても簡単です。横顔をまず描きますよね。でね、ちょっと存在感が薄いな、シルエットがなんかしっくりこないなっていう場合には、こんな風に後頭部を少しだけ持ってあげるんですよ。もうこれだけ。そうするとほら、頭のシルエットがすごく綺麗になるので、見栄えがぐぐっと良くなりますし、これもさっきと同じように、キャラクターの質量が強調されるようになるので、より画面の中でキャラクターの存在感が強く感じられるようになるんです。髪の毛の明るさを上下で変えること。そして横顔を描く場合には、後頭部の厚みを意識してあげること。ぜひ意識してみてください。ポーズに前後感をつける。次はポーズに関するテクニックですね。キャラクターのイラストを描く際にどうしても見栄えが良くならない理由の一つにポージングがあります。でね、どんなポーズが具体的に見栄えがしないかというと、一言で言うと前後感がないポージングです。こんな風にね、縦方向の動きがない、この横方向だけのポージングを考えちゃっている時ですね。例えばこのイラスト、もうめちゃめちゃ色が綺麗ですごく透き通ったような軽やかな印象が特徴的なイラストなんですが、キャラクターのポージングがね、横方向だけの動きになってしまっていました。前後への動きがあまりない状態ですね。そこで僕はこんな風に添削させていただきました。はい。
こちら。こんな風に横方向の動きだけではなく、画面手前に向かってくるような腕の動きを追加してあげると、キャラクターが急に生き生きと感じられます。他の例も見てみましょう。例えばこちらのイラストですね。こちらのイラストは腕がもともと前に突き出ている構成になっているので、前後感という意味では出ていたんですが、手が完全に下を向いていて幽霊ポーズになってしまっていたり、あとは腕を前に突き出しているポーズを描きたかったのに、腕に連動して上に上がるはずの肩が下に下がっちゃっていたりと、思うように前後感が表現できていない部分もありました。なのでこちらもこのように添削させていただきました。手を幽霊みたいにだらんと下げるのではなく、キョンシーっぽく前にピンと突き出しつつ、腕をまっすぐに前に突き出すので、肩もそれにつられて上に上がります。これでよりポーズに前後感が生まれ、キャラクターが生き生きした感じが生まれると思います。でね、なんでキャラクターに前後感を加えるとキャラクターが生き生きするのかについてなんですが、それは前後感を加えることで絵が単なる記号ではなくなるからです。記号って何のことって思うかもしれません。すごくね、わかりやすい例で言うと、例えばトイレのマークのような棒人間があるじゃないですか。あれをイメージしていただけるとわかりやすいと思います。トイレのマークって前後感はないですよね。すごく平面的に描かれた記号的なイラストだと思います。ポージングに前後感を持たせずに横方向の動きだけを描いてしまうと、極端な話、トイレのマークのような記号的なイラストに見えてしまうんです。だからその絵を見た人は、これ記号だなって捉えてしまって、キャラクターにリアリティを感じられずに違和感を感じてしまうわけなんですね。なのでもしキャラクターにリアリティや存在感をまとわせたい場合には、その逆をやればいいわけです。つまり前後感を持たせること。でもね、こういう話を聞くと、そんなの難しくてできないよっておっしゃる人も多いと思うんですが、そんな時にはね、いつも言ってるように、こんな風に写真を撮って絵と照らし合わせてみてください。そうすればね、腕をピンと前に突き出すと肩が上がるんだとか、指を前に突き出すと、こんな形になるんだとか、そういうことがね、具体的にわかります。想像だけではわからないことも写真を撮れば参考になりますので、ぜひご自分で写真を撮りつつ、ポーズに前後感をつけること、チャレンジしてみてくださいね。違和感を感じるぐらい目を描き込む。そして最後のポイント、それはやっぱり目です。キャラクターイラストは目が命、目が魅力的に描けているかどうかで、そのキャラの良し悪しがほとんど決まってしまうと言っても過言ではないと思います。ただね、これを聞くと皆さんもしかしたらこう感じるかもしれません。いや、斉藤さんもそんなのね、常識だよ。目が大事なんて知識も知ってます？だからほらもう、目違和感なく丁寧に描いてるでしょ？はい。そうですね。目がキャラクターイラストの中でも特に重要なポイントだということは、絵を描く人の中ではもうすでに常識です。違和感がないように目も丁寧にしっかり描く。多くの人はね、そのように思っていると思います。でもね、あえて言います。ブブー。それ完全に間違ってますよ。いいですか？キャラクターを魅力的に仕上げたいと思ったら、違和感を感じないぐらいの目の描き込みじゃダメなんだ！はい。これはね、もう違和感を感じるぐらい、それぐらい目だけを執拗に描き込んでください。例えば、先ほどのイラスト、会議中の女性のイラストですね。こちらのイラスト、もう最初の状態で目の描き込み、かなり丁寧にされていると思うんです。ほら、キラキラのハイライトも丁寧に入ってますし、目の中の交際の部分も綺麗に描き込まれています。まつげにもハイライトを入れて、丁寧に立体的に仕上げられていますし、申し分ないように思うじゃないですか。周りの描き込みとも違和感なく溶け込んでいますよね。でもね、実はこれじゃあ十分じゃないんですよ。目に関してだけは。目はね、もう目だけはに書き込んでください。違和感を感じないくらいじゃありません。むしろ書いてる本人としてはこう思うぐらいです。そんなに目だけ書き込んだら目だけ絵柄変わっちゃうじゃん。他はアニメ塗りっぽい絵柄なのに目だけ厚塗りになっちゃわない？そんなの変じゃない？はい。その通りです。目だけ絵柄変えちゃうぐらいの、そのぐらいの意識で書き込みをする。そのぐらいで目に関してはもうちょうどいいんです。これがね、僕が添削させていただいた後の状態になります。さっきの状態でも全然違和感はなかったんですが、目のハイライトはもちろん、さらにまつげの立体感もプラスして、眉毛の書き込み、そして二重まぶたもさらにくっきりとさせて、ここだけ明らかに他の部分と密度が変えてあります。でも、絵全体で見たら、こ
のくらいやっても全然違和感ってないと思うんですよね。どうでしょう？書いている本人は違和感を覚えても、実は見ている人にとっては違和感にはそれほど繋がらない。むしろその密度感の違いが魅力につながる。目に関してはそのように覚えていただくと、キャラクターイラストを描く際には役に立つと思います。ぜひご自分のイラストで試してみてくださいね。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？また今回紹介したイラストは全てイラストを描かれた方がデザインしたオリジナルキャラクターでしたが、オリジナルキャラクター僕も作ってみたいんだけど、でもどう考えたらオリジナルキャラクターうまく作れるのかわからないという人も多いと思います。そんな時にはこちらの動画、誰でもキャラデザがうまくできる方法とはがおすすめです。このシートに書き込んでからキャラクターを作れば、もう誰でもうまくデザインができちゃうっていうね、そんなやり方を解説した動画です。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。